はい、今日は基本の茹で栗を伝授していきます。元八百屋の私が、実際にお店で教えていたレシピをそのまま今日は動画にしたいと思います。栗を茹でる時のポイントですが、まず2つですね。アク抜きをしっかりするということと、実の部分のでんぷん質を糖質に変えてやるというこの2つのポイントがあります。栗を買う時のですね、まず目利きポイントですね。殻に張りがあって、ツヤツヤしたもの。これがですね、鮮度がいい証になります。あと、殻剥くときに剥きやすいんで、もう大きいやつがいいかなって思います。鮮度の話しましたけど、鮮度がいいっていうことと甘いっていうのは反比例します。栗に関しては、取りたての栗が一番甘くない状態になります。熟成させると中のでんぷん質ですね、黄色い部分でんぷん質が糖質に変わっていって、それが甘みになるわけなんですけども、熟成させればさせるほど、甘くなるんですが、家でね、熟成させるのちょっと難しいかなと思いますんで、簡単にやるには、冷蔵庫のチルド室にですね、新聞紙でくるんで、2週間ほど寝かしておくのがいいかなと思います。袋なんかに入れて密閉しちゃうと自分自身の水分発散してカビちゃうんで、新聞紙が一番、適度な湿度を保ってくれるんでおすすめになっております。熟成しなくても初めての方は、買ってすぐにですね、この動画見ながらちょっと茹でてもらえばいいかなと思います。2回目3回目、やってみるという方、家で熟成する方法試してもらいたいと思います。まず下ごしらえですね。栗の下ごしらえは、一晩水につけておくっていうのが結構セオリーです。これなんで水につけるかっていうと、まずこの硬い殻柔らかくなるっていうのと、水につけておいてですね、一番最初に言ったポイントの一つ、アク抜きの工程にもなります。皮が柔らかくなってアク抜きができるという意味でですね、一晩1日ぐらい、水につけておいてもらいたいと思います。では水を切った、栗ですね、茹でていきます。今日僕の動画内でこれ、用意した栗は、500g になります。でお水の分量ですね、これぐらいだと今1リッター入ってるんですが、ひたひたなのでもうちょっと入れたいなと思います。2リッターは欲しいかなと思います。分量測るのに簡単に僕は 500ml のペットボトルいつも使います。あらかじめ1リッター入ってたんで、これで、2リッターになります。2リッターにつき、塩ですね、大さじ1杯入れてやってください。私は甘くしたいから塩入れないっていう考えの方いらっしゃるかもしれないんですが、甘みを引き立てるために塩を入れた方が絶対に美味しくなるんで、塩は必ず入れてやってください。それから多めのお水で茹でるっていうのが結構ポイントになります。中で、栗がですね踊るぐらいな分量がないとゆだりづらくなりますんで、アク抜きの作業もありますんで、水分は水は多い方がいいかなと思います。火加減ですが、最初ですね沸騰するまで強火で、やらないでですね、弱火から中火の間で、やってほしいと思います。これなんでかっていうと、ここが甘くなるポイントの一つになります。でんぷん質が糖質に変わるのに最適な温度が40度から70度と言われてます。なのですぐに沸騰しちゃうと、その40度から70度の温度に短時間しか栗がいないので、でんぷん質が糖質に変わる時間足りないんですね。なので沸騰する手前の時間が長ければ長いほどでんぷん質、糖質に変わる時間、たっぷり作れますんで甘くなります。なのでゆっくりとですね、沸騰させてやるために、弱火だと時間かかっちゃうんで、中火ぐらいで、やってもらうのがいいかなと思います。その40度から70度の温度をずっと保ってると今度ゆだらないんで全く意味ないんで、沸騰するまでの時間を長くしてやればいいかなと思います。目安としては10分ぐらい、沸騰するまでの時間10分ぐらいを目安に火加減保ってもらえばいいかなと思います。沸騰した後は弱火に変えてですね、今度40分ぐらいですね。でトータル50分ほど茹でることになります。
結構な時間茹でなきゃいけないんですけども、40分、10分プラス40分ですね、茹でればかなりホクホクの状態になります。これ茹ですぎちゃうと中で身が崩れちゃったりするんで、ジャストな時間40分ぐらいかなと思います。はい、10分かけてお湯の方沸騰してきました。グツグツというよりはですね、弱火なのでこのぐらいな感じかなと思います。多少栗が気泡で動くぐらいの火加減がいいかなと思います。この状態で沸騰してから、さらに40分です。沸騰するまでの時間入れちゃうと煮る時間足らなくなっちゃいますんで、沸騰してから40分、このまま弱火でコトコト煮ていきます。はい、沸騰してから40分煮終わりました。お水の色がね、若干黒くなってると思います。この状態のまんまですね、粗熱が取れて、さらに常温まで水が冷えるまで、半日程度このまま置いておきます。この最後、このまま置いておく作業がアク抜きの最終作業になります。この状態でね、そのままほったらかしで、いいんで、半日程度置いておいてください。はい、茹で上がりの後、そのまま茹で汁に使ったまま半日程度置いて、完成になります。アク抜きの作業最終段階になりますんで、これで、栗食べることができます。殻を剥いて、早速食べていこうと思います。はい、最後栗を剥く作業が一番難関かと思います。一番簡単なのはこのまま包丁で半分に切って、中をスプーンで、ほじくるやり方ですね。切るときは栗のこの平らな方、膨らんでる部分と平らな部分ありますんで、この平らな部分をまな板の下面にくっつけて、真ん中から包丁で切っていきます。包丁のこのかかとの根元部分ですね、ここを使ってグッと押してやれば、かなりの時間煮たので皮の方も柔らかくなってますから、スッと包丁入ってくれます。はい、半分に切った状態ですね。これでスプーンで、ほじってもらって食べていくというやり方が一番簡単かなと思います。はい、殻の剥き方2つ目ですね。2つ目は包丁で、殻にですね、傷を入れてそこから手で、剥いていきます。包丁を入れる面ですね、それもこの平らな面に入れていきます。平らな面の真ん中の部分、ここに入れていきます。あと殻の部分で一番柔らかいのがこの先端の部分になりますので、ここをまずですね、包丁で切り落としてやります。少しだけ切り落としてやります。そしてこの真ん中の部分ですね、ここに包丁のこの一番下のカードの部分で、斜めにビューッと入れていきます。栗に直角に当てるのではなくて、少し斜めに入れていくと刃が入りやすくなっています。で、上の部分ですね、ここめくれるようになってますんで、ここを手で削いでいきます。最初ですね、全部取れずに、渋皮だけ残った状態になります。なのでこの渋皮の部分は、包丁で、皮を剥いていったり、手で剥けるなら剥いていってもいいんですが、綺麗に取るのがちょっと難しいので、ここの部分は包丁でですね、皮を剥くような、じゃがいもの皮を剥くような作業な感じで、こう皮を包丁で取っていきます。で、頭の部分が栗一番柔らかくて、この下の部分ですね、ここが一番硬いので、ここ結構難しいので、まな板に設置させて、この部分は直角に切り落としちゃった方が安全かと思います。で、繊維がですね、上から下にこう入ってますんで、この向きで包丁を入れていってやると綺麗に皮むけると思います。茹で栗そのまま食べてもいいんですが、半分ぐらいはですね、栗ご飯にして楽しんでもらいたいなと思います。茹でた栗を栗ご飯に使う場合は、一緒に炊き込むとですね、煮崩れしちゃいますんで、ご飯炊けた後に、混ぜて、
10分程度一緒に蒸らしてもらうような形で作ってもらえたらなと思います。なので崩れちゃった栗とかあると思うんですが、そういったのは栗ご飯の方に混ぜ込んでもらった方が美味しく食べれるかなと思います。はい、今日は基本的な栗の茹で方を紹介しました。茹でるポイント2つを踏まえながら、皆さんも真似してチャレンジしてみてください。